はい、それではね、今日は膝が痛いっていう人のね、その痛いのを復活させる、軟骨を再生するというね、そういう施術を療法なんですけどね、してみたいと思います。まずね、この膝のところ、この2つの膝のところをね、こうして8分間揺らしてね、まずね、関節を緩めてあげるんです。でね、効果的にするには、これをする前にね、お風呂で、そうですね、15分から30分よく入浴して温めて、それでまず関節を緩めます。ね、これがだいたい8分間ですね。はい、この膝の関節はね、ほとんどね、縦にしか曲がらないんですね、人のこの膝関節は。でもその縦にしか曲がらないっていうその方向だけに使っていくと、どうしてもね、ある一部分の軟骨が減ってしまって、それで痛みが出るという、骨膜と骨膜がぶつかってしまって痛みが出る、ね、登山の特に下山でやはり体重と重力でプラス何倍かのね、その力がここに加わってしまうので、前回ねお話ししたように軟骨をねこう守るように降りてあげないで、そのまま直接衝撃をね与えれば、当然軟骨が潰れてしまってやはり痛みが出ます、ね、でも出てしまったらその時はね、軟骨再生、そして普通にね山を登って降りてきて、私痛くないから平気ですよっていう人も、やはりねメンテナンスとして山を降りてきたら、その後のねメンテとしてやった方がいいです。そうすると次の時にもう全く支障なくいけるし、やはりやらないとね、軟骨がねうまく再生されなくて、やがてその痛みが出てくるっていうことになることもあるので、常に山を登って降りてきた後、温泉入りますよね、大概皆さん。その後にこのメンテをやった方がいいですね。そうすると次回山に行く時に支障なく登れる、ね、膝が痛いっていうそのことにならないで楽しく登れる、ね、それが一番だと思うんですね。で普通の生活をしててやっぱり痛くなっちゃってる人たちもやった方がいいんですね。手術でここの関節を取り替えるっていうのは本当に大変なことですから、それを考える前に軟骨を再生させて、本来の自分の足で歩く、ね、歩けるようになる。で痛みにもこう煩わされない、そういうねやっぱり生活ができるように治してあげる、ね、人間の体っていうのは必ず再生するので、どうしてあげればその再生の力が高まるかということを考えたのですね、僕は。よし、はい、反対側です。下向きになってください。はい、そしてね、これはね普通人はこう顔つけてね、この頸椎からねこのお尻のこう骨まで、大体ね28だったかな、ここも緩めてあげます。こうするとこの背骨のところにね、手のひらの一番柔らかい部分を当てて8分間緩めてあげます。でこの緩めるっていうのがね非常に大事ですね。人間の体はね結構いつも緊張してて硬くなってる場合が多いんで、まずね一度それをね緩めてほどいてあげる。
これがね8分間ですね。一番上の頸椎と胸椎ね、特にね脊柱管狭窄症とか座骨神経痛とか、そういう腰のこの背骨のね間の椎間板が減ってしまって、骨と骨が非常に近いところでぶつかり合ってしまうと、そういう神経に触ったりして現象が起こる傾向がありますのでね、まずねその狭まっている部分を緩めてあげます。でこういうふうにして8分間ね、はい、膝の軟骨のね部分さっき緩めたら、今度はですねこうしてね、こうしますね。これ分かりますか？見づらいですね。この膝をこうして曲げて開きます。で開いた状態でこう揺らしてあげる。でその時にこの足のこのかかともね一番内側にインに入れて、でこういう感じで、そしてこう揺らす。これが8分間。そうすると先ほど膝の関節を開きましたね。でその開いて今度はね普段動かさないねこの領域、普段こういう感じで動かすことってほとんどないと思うんですけど、その動かさないところの軟骨が減ってる場合が多いですね。普段動かしているところは意外と軟骨は形成されやすいんですけど、動かしてない領域が減ってしまう。それがね強い力が加わった時に潰れやすい軟骨を作ってるんです。だから普段動かさないこの角度と領域の関節を使って動かしてあげることによってね、その部分の軟骨が形成されていく。これはねトレーニングをして筋肉をつけるっていうのと全く同じで、骨もねその領域に動かしてあげなければ軟骨が形成されづらいんですよ。使うことによって人間の体っていうのは再生されるっていう、そういう基本原理をね知っていただくと分かると思います。ね、これが大体8分間ですね。はい、はい、じゃあ反対に上向いてください。はい、そしたら今度は仰向けになって、こうですね。仰向けはね片足ずつやります。こうですね。足を曲げて足のこのかかとを反対側のももにつけます。そしてこれをねこの角度で揺らします。ちょっとね股関節のところが結構きついと思うんですけど、これはね股関節にもとてもいいんですよ。この膝がメインなんですけど、膝だけではなくて、ここの股関節の部分の骨を、股関節痛いという人も今すごく増えていて、そういう人たちもこれをやるとね股関節も修復されていく。どうですか？きついですか？いいえ、股関節、膝が痛い。膝痛いでしょ、この膝が痛いっていうのはね、普段こういう角度の膝の骨を動かしてないんですね。だからね大体の人はもうこの状態の部分のぶつかるところが軟骨減ってるんですよ。だから痛いんです、でこれをね修復してあげると、全般的に強いね軟骨が作られていくので、こういう感じでねこれを8分間。自分ではねぎにくい動き。これは難しいですね。それでねこれをすることによってこの足首の軟骨もね減ってるんですね。でもこれをやると股関節とこの
足首のくるぶしのところとこの膝のその軟骨をね3つ同時にね増やす動きを作ってくれるんですね。だから股関節が痛い人も、くるぶしこの、ね、かかとの部分の、関節が痛い人もこの膝の関節が痛い人もこの動きは有効です。はい、で反対側ですね。よいしょ。はい、こうして反対側はこういうふうに下に手を置いてあげるといいんですね。そして揺らす。ちょっと伸ばしてみる。こうね。こうすると普段ねこの角度にねこの膝を曲げるっていうことはまずないんですね。なのでその普段の動かしてない可動外の領域の関節を動かしてあげることによってそこの軟骨を増やしていくというね、軟骨再生、はい、そういう感じなんですね。でこれを約8分ね、はい、そうすると普段動いてない領域の軟骨がかなり動かされることによって、で仕上げはですね自分で左手を上げて右に40回そして左に40回をやりますね。でそれでぴったりとねくまなくこの膝関節と、ここのねくるぶしの関節の部分が軟骨が再生される動きが完成で、あとは時間の経過のもとにだんだん軟骨が再生されていくとね、そういう感じ